皆様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はこちらのマリメッコの生地を使って事務服作りを紹介したいと思います。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。前回の動画ではボレロを紹介させていただきました。ガーゼで作れる簡単なものなので、そちらもよかったらご覧いただいて作ってみてください。こちらの生地はヘルシンキの旅動画をご覧いただいた方はお気づきかと思うんですが、マリメッコアウトレットショップで購入してきた生地になります。実際ね、もうちょっと購入してくればよかったなと思ったんですが、1メーターだけ購入しています。でヨーロッパとかは生地幅が非常に長くって150センチぐらいあったりしますので、そのまま今回は使用していこうかなと思っております。で海外に行くと結構ね、布をねビリビリって裂いてこうカットしてくれるんですよね。最初だけこう切り口を入れてビーってやっていくので、このマット台に当てると分かると思うんですが、結構まっすぐ綺麗になってるんですよ。っていうのをこう布目をこう切り裂いていくので、ここの部分は平らになっていくんですね。以前もスカートの作り方紹介しているんですけれども、そちらは2枚を合わせて作る方法を紹介しています。今回は1枚の布で作り方を紹介していきますので、よかったら今回の動画も参考にしていただいて作っていただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。こちらが本体のサイズになります。実際にご自身の体に合わせてサイズの方はご調整ください。こちらは身長160センチの私のサイズになります。あとこちらが型紙から切り出したポケット、この2枚になります。今回片側だけポケットをつけていきます。ポケットが不要な場合はこちらは省いていただいて大丈夫です。それからウエストゴムになります。今回自宅にあったものを使用しますので、25mm 幅のものがございました。こちらを使ってウエストのサイズの方も決めていきたいと思います。でこちらは普段私が使っているポケットの型紙になります。これは実際に市販されているスカートから大体の形をとって切り取ったものになります。で縫い代はこのカーブの部分は周囲 1.5 センチで、この端のところは縫い代1センチで別途取るようになります。では素材の紹介になります。今回はこちらの生地は非常にですね、薄手のシーチング生地になります。ちょっとねつるんとしてるので、こんな感じで布目が全然見えない感じのちょっとシルクタッチというか柔らかい素材になっています。それでは実際にどんな風に当てていくか、また体に合わせてみたいと思います。こんなに大きくて150センチぐらいあります、幅が。でこの幅をそのまま輪にして、今回は1枚の生地で作ります。こんな感じなので、ギャザーは今回はそんなに寄らないかなと思います。で実際今履いているスカート、こちらもですね145センチのサイズで作って輪にして、ここで片側だけで留めてるような感じです。これちょっと参考にしていただくと分かるかと思うんですが、ギャザーがねほとんどない感じですね。しかもこの生地は綿麻だったかな、なのでそんなにギャザーが寄らない素材になってます。硬いので。で今回は同じような感じですが、少し柔らかい生地なのでギャザーが寄ればいいなと思っています。で実際にこう体に当てて、自分が仕立てたい着丈のところに合わせていきます。まずは切りっぱなしの状態で合わせてみてください。でウエストでゴムになる部分をこう合わせます。で最初から短くして切ってしまうと長くすることができないので、私は結構着丈で失敗することが多いので、最近はね気持ち長めに仕上げるようにしています。でこんな感じで仕上がりをイメージしたら、このウエストの部分、この部分今折ってますので、ここでクリップで留めておきます。こんな感じで留めておきましょう。私は身長160センチになるんですが、今のこの何もしていない状態で85
4センチになってます。84センチ、ちょっと切りのいいところで85センチという感じです。で、着丈がこの状態になりますので、ここからこのまま切り落とすのではなく、ここから縫い代を足していきますので、6センチぐらい足していきますので、91センチになります。では型紙を当てて裁断していきます。こんな感じで中表にして重ねたところです。で、今回付録の定規、こちらの便利な使い方を紹介したいと思います。これはね、私があったらいいなって思う合印専用の定規になります。ただこの形がですね、ちょうど IC カードとぴったり同じサイズになってるんですね。柔らかくて使いやすい定規になります。では早速ですね、使い方の説明と合印の付け方紹介していきたいと思います。透明な定規を扱うのと同じように、このマスのところに合わせて型紙をピタッと端っこは揃えちゃいます。そしたら今度は 1.5 センチの縫い代になりますので、 1.5 センチはですね、ここで言うとこの部分ですね、この 1.5 ってなってるここの部分を使っていきます。こういうふうにこのくぼめのところがちょうど当たりますので、ここに定規をずらしながら印をつけることができます。非常にね、便利ですよ。ですね、ここに合印を入れていきます。この両端のところ 1.5 センチずつ縫い残す必要がありますので、この部分忘れないように切り込みを入れておこうと思います。そしたら周囲をロックミシンでかけていきます。ロックミシンを使わない場合は三つ折りにするというような仕上げ方で進めていただけたらと思います。ただ脇の部分はロックミシンとかジグザグミシンをかけておいた方が後々処理がしやすいかなと思います。そうしたらまず中表にしてゴム通しとポケットの位置の印をつけていきます。はい、そしたら今回はゴムの幅が25ミリになりますので、ゴムの幅に合わせてこのゴム通しの穴を作ります。3センチのところ5ミリ少し多めにしていきます。では合印をつけていきます。まず1センチのところ、縫い代分1センチ印をつけます。1センチの印をつけたら次3センチ開けます。ここは縫わない部分になります。縫わないように開けておきます。そうしたらポケットの位置は以前のスカート作りに決めておいたので、上から18センチにしました。ご自身の高さに合わせて、身長に合わせて位置は決めてみてください。18センチのところに印をつけたところです。ここに切り込みを入れます。これ大きく入れずに5ミリの切り込みを入れてください。2枚重ねた状態で切り込みを入れます。ポケットの合印から合印までを測ります。これが17センチになっています。今切り込みを入れたところから17センチを測って印をつけましょう。そしたら同じようにして5ミリの切り込みを入れます。そしたら待ち針を移動して今切り込み入れたところに留めておきましょう。それではポケットをつけていきます。今この置いた状態で片側のみ私は脇にポケットをつけますので、右側につけたいと思います。で、前側にまずこのポケットのパーツをつけますので、それに合わせて今画像をご覧いただきながら
進めていただけたらと思います。これね結構間違えやすいんですよね。私もよく迷うんですけど、こう合わせた時に前がどっちになるのかをまず体に当ててまず決めてください。そのこちら側に最初にポケットのパーツをつけていきます。これ広げていただいて、で中表に合わせますので、これだと合わないなっていう風にして、でこっちで中表っていう風な感じで合わせてみてください。そうしたら最初にポケットにつけたこの合い印と今18センチでつけた合い印を合わせていきます。こんな感じで合わせましょう。で合わせたらポケットの方を見ながら待ち針で留めましょう。はい、そしたら今待ち針で留めたところから留めたところまで端から1センチで縫います。今回は重機の職業用ミシン SL700EX を使用します。ミシンの針は11番で普通地用、縫い目の長さはだいたい 2.5 ぐらいで仕上げていきます。3目ほど前に進んで、ここ3目下がってまた3目というふうに30縫いしていきます。端と端は 1.5 センチずつ縫い残している状態になります。はい、では縫い終えたところになります。そしたらこの切り込みの部分をミシン目の際のところまでさらに深く切り込みを入れておきましょう。締め切らないように気をつけてください。縫い代1センチ分ですね、切り込みを入れます。もう一つこちらのポケット口反対側の方も切り込みを入れます。そうしたらポケットをこう開いてしっかりと押さえておきます。でこの後脇を縫いますので、ここ縫い込まないようにこうやって倒しておきます。そしたら反対側の脇を重ねて待ち針で留めましょう。最初につけたこの切り込みがありますので、ここもしっかりと合わせておきます。ここは縫わない状態で開けておきます。そしたら裾まで待ち針で留めましょう。そうしたら最初に印をつけたこのゴム通しの部分とこのポケット口のところ、この切り込みから切り込みを開けて端から1センチを縫います。ちょうど切り込みの際のところまでしっかり縫いましょう。そしたら縫い代を開きます。はい、ではこんな感じで折れたところです。で以前の動画ではこちらのポケットを縫い付ける時 8mm にしてたんですけど、あんまり変わらなかったのと、あと作りやすい方がいいかなと思って今回は 1cm の縫い代で合わせるようにしました。そしたらこの部分開き口のところきれいに見えるようにステッチを入れていきます。この合い印用の定規は 5mm のこのマスで出来上がっていますので、こういう印をつける時とかも非常にやりやすくなってます。でこのちょうど開き口のところから線を入れていただいて、このマスを合わせてこんな感じで線を引いてみてください。そしたらこの描いた線の上を縫います。これで縫い終えたところになります。そしたら残しておいた反対側のポケットをこの反対側の縫い代の方に縫い付けていきます。同じようにして合い印で留めていきます。そして今度縫っていくのはこのポケット口のところだけでなく、この上の部分から縫いますので、この部分端っこの反対側のポケットとか縫い込まないようにしっかりと避けて待ち針で留めましょう。そしたら端から
端までを1センチ縫います。で1センチちょっと難しかったら9ミリとか少し控えて縫ってもいいかなと思います。9ミリぐらい少しこう控えるようなイメージで縫っていくと仕上げやすくなるかなと思いますので、ちょっと避けた感じで。それでは縫い終えたところになります。そしたらこのポケットを重ね合わせて周囲を縫います。で縫うんですけれども、結構ギリギリこの際のところ縫いにくいと思いますが、縫いやすいところから縫い始めて、縫い終わりもこの辺りで縫い止まるような感じになります。ちょっとね開くような感じになるかなと思います。1センチほど縫い残すような感じで返し目をします。そしたらポケット縫い終えたところでポケットの周囲をロックミシンかけていきます。ロックミシンがない方はジグザグミシンでここは仕上げておいてください。それではロックミシンかけ終えたところになります。5ミリほど切り落としながらロックミシンをかけました。ジグザグミシンでかけられる方も5ミリほど切り落としてからやられるといいかなと思います。端っこのところは 1.5 センチ残しておくといいです。でロックミシン使われる方、この最後のこの糸の始末ってどうされてますか？私はよくこの網針のこの閉じ針を使用することが多いです。もうこの穴がねとっても大きいのですごく便利です。でこうやってこの糸目のところにこう最初に針を刺して、こうして針に糸を通したら、ここでスーッと抜くとこの中に入ってきれいに始末することができます。こんな風に試してみてください。そしたら最後ですね、裾とゴム通しを仕上げていきます。まず最初に1センチで折ります。ではずっとこうアイロンかけていきます。はい、では1周やったところで今度は3センチですね、折り目をまたつけていきます。そうしたら裾は 2.5 センチ折り上げます。もしここの部分ですね、このままやる場合、縫い代を包む場合は1センチ折って2センチ折るというような感じにしてください。ロックミシンの場合はもうそのまま薄い状態で仕上げることができますので、このまま折っていきます。でこの折る時に自分で着丈などをもう一度確認しておくといいですよ。着丈が長すぎる場合は3センチとか裾で調整してみてください。そしたら際をぐるっと一周、このゴム通しのところと裾の部分を縫いましょう。では縫い始めの糸が見えてきたところで根元から糸を切ります。そしたらここまで縫い目重ねましょう。そしたら裾も同じようにして縫います。そしたらゴムを通していきます。あとねもう少しなので頑張りましょう。開き口のところですね、ここ綺麗に開いてますのでここにゴムを通していきます。これもね100円ショップとかで売ってますので、紐通しとかでよく登場してますけれども、こういう風にして掴んで使います。そしたらゴムを通していきます。こういう平ゴムはですね中で折れやすいので、しっかり平らになっているように確認しながら進めていかれるといいと思います。
そしたらこのぐらいになったところで実際に体に当てて調整していきます。で実際にこういうふうに測って長さが決まったら印をつけましょう。こんな感じでこの部分が重なり合っていく部分なので印をつけておきます。では今印をつけたところでカットしましょう。でカットしたらこの状態でまた少し引っ張ります。こう2センチずつほどこう重ねましょう。こんな感じで重ねます。で待ち針で止めて、今度はこの部分をこう四角く縫います。はい、それでは縫い終えたところになります。そしたらこのまま中に入れてしまいましょう。綺麗に収まってくるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。またね、この夏も自分服作りぜひチャレンジしてみてください。こちらのスカートの作り方は別の動画でも紹介していますけれども、今回は音声で丁寧に解説していますので、前回の動画より見やすくなってるんじゃないかなと思います。よかったらコメントなどで感想も聞かせていただけると嬉しいです。ポケットの仕上がりはこのような感じになっています。今回耳も含めて作りましたので、このまだねポコポコ開いてますけど、自分服なのでそんな気にしないですけどね。あと洗濯とかしていけばこの部分は全然目立たなくなっていくかなと思ってます。最初に合わせた時と同じ感じの丈でできたかなと思います。こんな感じです。ぜひね、皆様好きな生地でスカート作り楽しんでみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まだまだね、今日もね36度あるみたいです。外の気温、部屋にいても結構暑いんですけれども、皆様も熱中症など気をつけながらお過ごしください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。以前もご質問いただいたんですが、マリメッコの生地で洋服が作れるのかというところですが、結論から言うと作ることはできます。実際にヘルシンキにいるとマリメッコのウニッコの生地とかで洋服作られた方の姿を結構見ることができますし、店頭で並んでる生地も比較的シーチングの生地のものが多いので作ることはできるんですが、スカートとかギャザーを寄せたりする場合はこういう薄手の生地の方が綺麗にシルエットが出ますよというところではありますので、参考にしていただけたらと思います。これちょっと張り感のあるシーチングだと洗いを繰り返していけば少し柔らかくなっていきますので、もし気になる方は実際にですね、少し大きめにっていうか、若干ですけどね、縮む分を計算して作っていただいてギャザーを寄せられるような感じにされるといいかなと思います。あんまりギャザーをたっぷりにしてしまうとゴム通した時にすごくねゴワゴワしてしまいますのでね、仕上がりも想像しながら参考にしていただけたらと思います。おすすめの手芸道具なども概要欄に記載していますので、よかったら時々チェックしてみてください。